鈴木の彼方。こんにちは、鈴木の彼方です。今回は11月の25日、鈴木さんから発表されましたリコール、ハスラーとスペーシアのエンジンが止まってしまうというリコールですね。こちらについて解説をさせていただきます。それではよろしくお願いします。まずはいつも通り鈴木さんのホームページに記載されている内容を読み上げていきます。不具合内容としては R06A エンジンの排気側の油圧式 VVT 可変バルブタイミング機構の作動を制御しているオイルコントロールバルブにおいて、フロントグリルより侵入した塩水によって内部に錆が発生し作動できなくなるものがあります。そのため VVT の制御ができなくなり、エンジン警告灯が点灯し、停車直前にエンストに至る恐れがあります。改善内容としては全車両排気側オイルコントロールバルブを対策品に交換しますとなっています。さて、もう何書いてあるかわけわかんないですよね。もっとわかりやすく書いてほしいんですけれども、対象車両の方からまず行きましょうかね。今回の対象車両は一つ前の型のハスラーとスペーシアですね。これはですね、およそ5年前から3年前に製造されたものになります。一応尾行として NA 仕様というふうに書いてありますが、これはターボがついていない仕様の場合の話ですね。なのでターボの車両はおそらく関係ないとは思うんですけれども、もしですねリコールのハガキとかが来た場合はですね、一応鈴木のお店に行ってリコールの対象かどうかを確認していただくことをお勧めいたします。さて R06A エンジンって何ぞやっていう話ですね。まずこれ意味がわからないと思いますが、今、鈴木さんの車についているエンジンのほとんどは R06A です。最近ですね R06D だったかなに、変更になったかとは思うんですけれども、一つ前の方の軽自動車はほとんどこの R06A のエンジンがついています。というわけで一つ前の方のハスラーとスペーシアが対象になっているというわけですね。さてその次に書いてある油圧式 VVT だのオイルコントロールバルブだのっていう文言が意味が分かりませんよね。もうね、こういうの書かなくていいんですよ。意味が分からないとしか言いようがないですよね、普通の人にとっては。簡単に説明するとこういうことです。車というのは燃費を良くするためにいろんな機能がついています。この油圧式 VVT というのはその機能の一つなんですけれども、この油圧式 VVT というのはその名の通りエンジンオイルの力で動いています。ということはですね、エンジンオイルを送り込む機能が必要なんですけれども、このエンジンオイルを送り込む機能というのがオイルコントロールバルブになります。そしてこのオイルコントロールバルブというエンジンオイルを送り込むための装置がなんと塩水によって錆びると。錆びたら動かなくなりますよね。自転車の鍵だってそうですね。錆びたところに鍵を挿して開こうとしてもなかなか開かないだとか、そういったことがよく起こると思います。これと同じ現象がエンジンの中で発生します。そしてエンジンの中で起こった結果、動作不良を起こしてこれはやばいということでエンジンが勝手に判断をしてエンストに至るというわけですね。このリコールおそらくですね、エンジン再始動もちょっと難しいと思います。どういうことかというとですね、このオイルコントロールバルブというのはエンジンを始動するときやスピードを上げるとき、そしてスピードを落とすときに使われています。もし停車直前にエンストが起こるということはですね、そこで錆びて固まってしまっているので、エンジンをかけるときに必要な動作ができない可能性があるんですよね。なので道端でいきなり止まってしまった後、その後再始動がなかなかできないみたいなことが起こる可能性があります。このせいでリコールになったのかと思われます。さてフロントグリルより侵入した塩水によって錆が発生すると書いてあります。フロントグリルってまず何ぞやっていう話なんですけれども、早い話がバンパーです。バンパーの隙間から塩水が入ってくるっていうことなんですけれども、ですね、これおそらく特定地域に住んでいる人たちにしか伝わってないんですよね。なんで塩水が入ってくるのって思っている人がいると思います。どういうことかというとですね、この日本には沿岸地域と呼ばれる特殊な地域があります。どういうことかというと、雪が降る地域なんですよね。もしくは海辺です。内陸部かつ温暖な地域だとこの現象起きないんですね。例えば熊本や鹿児島の内陸部などですね、そういったところではまず縁がない話です。
なんで塩水が雪と関係しているのかっていうことを説明していきます。北国もしくは雪国ですね。長野県や北海道、新潟などが例として挙げられるんですけれども、こういった地域では雪がよく降ります。雪が降ると当然道路は凍結しますので、道路が混雑します。これを防ぐためにですね、こういった地域では雪が降る前に塩を道端にまくという習慣があります。皆さん中学の頃に科学の実験でやりましたよね。塩水というのは融点が下がります。0度 C では凍らないんですね。もっと低い温度で凍るようになります。ということはですね、逆の発想ができます。塩と氷を混ぜたならば溶けやすくなるんですね。これと同じことが雪にも発生します。これによって雪を溶かし路面の凍結を防ぐということを狙っているわけですね。ところがこの路面の凍結を防ぐための塩、当然ですね、その上を通っている車にとっては天敵なんですよね。当たり前の話なんですけれども、金属でできている車は塩に対して弱いです。だからこそ普通はそういった地域では車のボディに特殊な加工をしたり、あとはですね、錆止めのスプレーを塗ったりすることがあります。ところがですね、このエンジンの部品、そんなところまではですね、錆止めのスプレーなんて塗ったりはしないんですよね。なのでバンパーから侵入してきたその塩水ですね、これによって錆が発生してしまうという不具合が起きているわけですね。今回の件についてはですね、ユーザー側からどうにかできるという対策はあまりないんですよね。なので早めに鈴木さんに連絡をしていただいて部品の交換をしていただくことをお勧めします。ちょっとですね、こればっかりは自分の力でどうにかなるっていう話ではないですね。今回の解説いかがだったでしょうか。なるべく分かりやすく説明するためにですね、ちょっといろんなところをはしょって説明をしています。そんなわけないだろうとかいうご意見もおそらくあるかとは思うんですけれども、あくまでですね、こちらは普通に車を運転するという方のために向けた説明になります。なのでですね、あまり難しい説明というのはしないようにしておりますので、そこのところをご了承願います。なおですね、対象車両については概要欄に鈴木さんのホームページのリンクを貼っておきますので、そちらの車体番号と車検証に記載のある車体番号を比較していただいて、自分の車大丈夫かなっていうのを確認いただければと思います。それではご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。